こんにちは。皆さんは普段はどのような飲み物を飲むことが多いですか？好きで飲んでいるもの、健康のために飲んでいるもの、気分で飲んでいるもの。日本には昔から親しまれてきた伝統的な飲み物や日常的に飲まれている定番の飲み物など様々な種類があります。今回は日本らしい飲み物を紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでご覧いただけると嬉しいです。昔から飲まれている飲み物。日本に住んでいる人なら昔からよく知っていて親しまれている飲み物から順にご紹介していきます。ラムネ。ラムネはビー玉が瓶の蓋になっている炭酸飲料で、日本の夏祭りではよく見る飲み物です。すっきりとした甘さで子供にも人気があります。瓶のラムネの開け方をご紹介します。口にあるビー玉をまっすぐ上から押します。ビー玉が落ちると泡が上がるので、泡が落ち着いたら飲みましょう。私はラムネを飲むと夏が来たなぁと感じます。特に夏祭りで飲むラムネはひときわ美味しく感じます。日本のアニメにもよく登場しており、皆さんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。カルピス。カルピスは牛乳を発酵させて作られた乳酸菌飲料です。爽やかな酸味とほのかな甘さが特徴で、子供から大人まで幅広い世代に人気があります。カルピスには原液タイプとそのまま飲めるペットボトルタイプがあります。季節限定のフレーバーも売られていて、様々な味を楽しむことができます。原液タイプは、原液をコップに注ぎ、水や炭酸水などで割って飲みます。濃さを調整できるため、自分好みの味にできます。私も子供の頃から好きな飲み物で、友達が遊びに来た時には、母がお菓子と一緒に出してくれました。友達に振る舞うときはいつもより濃く作ってくれたので、子供ながらに嬉しかったのを覚えています。ソーダ。日本で親しまれている炭酸飲料は爽やかな甘さが特徴です。いろいろな風味があります。代表的なものはメロンやオレンジ、レモンなどです。ヤクルト。ヤクルトは日本ならではの乳酸菌飲料です。健康を保つ飲み物としても知られています。乳酸菌は生きたまま腸に届き、腸内を整える効果が期待されています。ヤクルトは甘みのある優しい味わいで小さなボトルに入っています。子供から大人まで飲みやすい味です。私も健康のためにヤクルトを飲んでいます。特に睡眠のサポートが期待できるものは寝れない時に役立っています。純喫茶の飲み物。純喫茶とはアルコールを提供しない喫茶店のことです。昭和の時代の雰囲気が漂う落ち着いた空間のお店が多いです。純喫茶で出される紅茶やコーヒー以外の飲み物をご紹介していきます。クリームソーダ。クリームソーダは日本の喫茶店やファミリーレストランで人気の飲み物です。よくあるクリームソーダはメロンのソーダにバニラのアイスクリームを乗せたものです。お店によってはブルーハワイ味のソーダやコーラなど異なる炭酸飲料をベースにすることもあります。
スプーンでアイスをすくって食べたり、ソーダと混ぜてクリーミーな味わいを楽しんだりと、飲み方もいろいろです。コーヒーフロート。コーヒーフロートは同じようにアイスコーヒーの上にバニラのアイスクリームを乗せた飲み物です。コーヒーのほろ苦さとアイスクリームの甘さが絶妙に合わさり、コーヒー好きには試してもらいたい飲み物です。私も喫茶店に行くとついコーヒーフロートを注文してしまいます。レモンスカッシュ。レモンの果汁と炭酸水、シロップを合わせた爽やかなレモンスカッシュは喫茶店ならではの一杯です。シュワッとした炭酸とレモンの酸味がすっきりとした後味を生み、暑い季節にぴったりです。ミルクセーキ、牛乳、卵、砂糖をしっかりと混ぜて作るミルクセーキは優しい甘さとコクがある飲み物です。冷たいものだけでなく、温かいホットミルクセーキもあり、寒い時期には特におすすめです。フルーツジュース。フレッシュな果物を使ったジュースも飲むことができます。特にバナナジュースやミックスジュースは定番メニューです。濃厚なジュースをぜひ楽しんでください。昭和レトロな空間の純喫茶では赤やモスグリーンなどの深い色のベルベット生地を使ったソファーなど家具にもこだわりを持っているお店もあります。私も雰囲気を楽しみにたまに行きます。純喫茶は飲み物が美味しいのはもちろん、ナポリタンやオムライスなど料理もおすすめです。日本のコーヒー文化。日本ではコーヒーも人気があり、様々なスタイルで楽しまれています。缶コーヒー、自動販売機やコンビニ、スーパーなどで手軽に買えます。種類も豊富で、ブラック、微糖、カフェオレ、エスプレッソタイプなど様々揃っています。コンビニコーヒー、手軽でリーズナブルながら本格的な味わいが楽しめます。コンビニチェーンでは店内にコーヒーマシーンが設置されており、引き立てのコーヒーを注文できます。サイズや種類も豊富で、ホットとアイスの両方があり、ブラックコーヒーやカフェラテなども選べます。スタッフにコーヒーの M くださいと伝えて料金を支払い、カップを受け取ります。カップを自分でコーヒーマシーンにセットし、ボタンを押してコーヒーを入れます。サイズのボタンを間違えるとコーヒーが溢れてしまうので注意してください。アイスコーヒーを注文するときは、冷凍庫にあるアイスコーヒー用のカップを取り、レジで代金を支払い、マシンで入れます。健康に良い飲み物。日本でも健康的な飲み物がたくさんあります。順にご紹介します。黒酢ドリンク。黒酢を主成分としたお酢の飲み物です。黒酢には酢酸が含まれており、内臓脂肪を減らしたり、疲労感を軽くするなどの効果が期待できます。最近では水やサイダー、果汁で割ったものも人気です。割る果物はリンゴ、ザクロ、ブルーベリーやみかんなどがあります。私はリンゴで割ったものをよく飲みます。シソジュース、赤しそを煮出し、砂糖や酢などを加えて作られる飲み物です。鮮やかな赤色が特徴です。
夏によく飲まれ、爽やかな酸味と香りが楽しめます。シソは美容に気を使っている人にもぴったりです。ただし、飲みすぎには注意が必要なようです。青汁。青汁は主にケールやアシタバなどの緑葉野菜で作られた健康的な飲み物です。ビタミンやミネラル、植物繊維がたくさん含まれており、体に優しい飲み物です。青汁は苦味があるため、飲みにくいと感じる方もいるかもしれません。それでも健康のために続けている人は多くいます。私の家族も毎日朝ごはんの時に飲んでいました。飲むとその後ジャンクフードを食べても大丈夫な気がしてしまいます。甘酒。甘酒は米と麹から作られた甘い飲み物です。アルコールが含まれているものと含まれていないものがあります。冬に温かい甘酒を飲むと体が温まるので、初詣や冬祭りの時期にもよく飲まれます。甘酒は飲む点滴とも呼ばれ、栄養が豊富なので、季節にかかわらず美容のために飲む人も増えてきました。ただ、独特な甘みと酒粕の発酵の香りが特徴的なので、好みは分かれるかもしれません。蕎麦湯。蕎麦湯は蕎麦を茹でた後に残るお湯のことで、日本の蕎麦文化には欠かせないものです。蕎麦の栄養が溶け出しており、蕎麦粉に含まれるルチンやビタミン B 群を摂取できるとされています。お蕎麦を食べ終わった後、つゆに蕎麦湯を加えて飲むのが一般的な楽しみ方です。蕎麦つゆの風味が程よく広がります。お蕎麦を食べた後に店員さんに蕎麦湯をくださいとお願いすると持ってきてもらえます。日本茶。日本の伝統的な飲み物といえば、やはりお茶です。特に緑茶は日本人の生活に深く根付いています。緑茶には様々な種類があり、主なものは煎茶、抹茶、玉露、ほうじ茶など異なる作り方や味わいのものがあります。順に紹介していきます。あなたの好きな緑茶があると嬉しいです。煎茶。煎茶は日本で最も一般的に飲まれている緑茶です。爽やかな香りと適度な渋みが特徴で、食事と一緒に飲まれることが多いです。日本には急須がある家庭が多いです。熱いお湯を入れ、少し蒸らしてから注ぎます。玉露。新芽から作られたお茶で、一番茶のみを贅沢に使用しているので、年に一度しか収穫しません。高級な緑茶の一種で、茶葉を直接日光に当てずに育てることで、旨味や甘みを引き立てます。また、新芽を摘む作業は、すべて手で行われます。低温のお湯でゆっくりと入れると、より濃い味わいを楽しめます。品質が良いものほど茶葉の色が濃いです。抹茶。抹茶は茶葉を粉末状にしたお茶で、お湯を注いで茶筅で泡立てて飲みます。茶道で使われることが有名ですが、最近ではスイーツやラテなどにも使われ、海外でも人気が高まっています。粉末ごと飲むため、栄養価が高いです。抹茶の産地として有名なのは、
京都府の宇治や愛知県の西尾などがあります。日本人にとっても抹茶は特別なお茶であり、茶道やお茶席でいただくものという印象があります。ほうじ茶。ほうじ茶は番茶や茎茶などを薄茶色になるまで強火で煎って、香ばしさを引き出したお茶のことです。煎ることで香ばしさが引き立ち、ほうじ茶独特の風味を生み出します。カフェインが少なめなので、子供や寝る前に飲む人も多いです。温かいものはもちろん、冷やして飲むのもおすすめです。私はほうじ茶が一番好きです。普通にも飲みますが、ほうじ茶ラテも甘さと香ばしさが相まって美味しいです。麦茶。麦茶は大麦を煎じて作られたノンカフェインのお茶です。夏になると冷やした麦茶がよく飲まれ、家庭でも大きなピッチャーに作り置きされています。塩分やミネラルも少しだけ含まれており、汗をかきやすい夏場の飲み物にぴったりです。ひとえにお茶といってもいろいろな種類があります。コンビニなどでも手軽に買えるので、自分の好みのお茶を見つけてみてください。少し珍しい飲み物、自動販売機などで購入できる少し珍しい飲み物をご紹介します。おしるこ飲料。おしることいえば、小豆を砂糖で煮て作る甘い汁で、それを手軽に飲めるようにしたのがおしるこ飲料です。缶入りや紙パックのものがコンビニや自動販売機で売られていて、寒い季節になると並ぶことが多いです。小豆の優しい甘さとほのかな塩味が特徴で、ドロッとしたものからサラッとしたものまでメーカーによっていろいろなタイプがあります。缶の底に小豆が沈んでいることもあるため、飲む前によく振るのがポイントです。寒い日に温まりたい時にぜひ試してみてください。つぶつぶみかんジュース。みかんジュースの中にはみかんの果肉が入ったタイプもあります。果汁だけでなく、つぶつぶの果肉も一緒に楽しめる缶ジュースで、みかん本来の甘さと酸味に加え、果肉の食感があることで、より一層美味しさが引き立ちます。また、缶の中で果肉が沈んでしまうことがあるため、こちらも飲む前によく振るのがおすすめです。アルコール。日本のお酒といえば、やっぱり日本酒が有名ですが、他にも様々な種類があります。日本酒。日本を代表する伝統的なアルコール飲料で、お米を主な原料として発酵させて作られます。日本酒は米、米麹、水を使って作られます。日本酒には甘口や辛口、フルーティーな香りが特徴のものなど様々な種類があります。冷酒は冷やして飲むことで、そのフルーティーで繊細な香りを楽しめます。ぬる燗は少し温かくすることで香りや味がまろやかになり、寒い時期や料理との相性が良くなります。熱燗はよく温めた日本酒で、温度が高いほどアルコールの香りが引き立ち、しっかりとした味わいが感じられます。日本酒はお祝いごとにもよく使われます。日常だけではなく、新年を祝う時や結婚式などでも飲まれます。焼酎。焼酎は日本の
蒸留酒の一つで、米、麦、芋、蕎麦、黒糖など、様々な原料から作られます。焼酎は飲み方のバリエーションが豊富です。ロックや水割りなど定番なものから、お湯割りやソーダ割りなどもあります。また、焼酎の中に梅干しを入れて、ほんのり酸味を加えて飲む人もいます。自分の好みに合った飲み方を見つけてみてください。梅酒。梅酒は、青梅を焼酎やホワイトリカーに漬け込み、砂糖や氷砂糖を加えて作る果実酒です。日本では家庭でも作られる梅酒は、フルーティーな味わいのため、お酒が苦手な人でも楽しめます。梅酒は様々な飲み方で楽しむことができます。ロックや水割り、ソーダ割りが定番です。甘酸っぱい味わいの梅酒は私もよく飲みます。飲みやすいので、つい飲みすぎてしまうこともあります。ハイボール。ハイボールは、ウイスキーを炭酸水で割った爽やかなお酒です。ハイボールは、居酒屋でも定番のお酒で、焼き鳥や唐揚げなどのメニューと相性抜群です。甘いカクテルやビールに比べてカロリーが低めなので、体型を気にかけている時も楽しめます。水道水。最後に、日本の水道水についてお話しします。日本の水道水は安全で美味しく、多くの地域でそのまま飲めます。水源などの違いによって、地域ごとに味が少しずつ異なりますが、ほとんどが軟水で、口当たりがまろやかです。最近では日本人でもミネラルウォーターを購入する人が増えていますが、私が子供の頃は多くの人が水道水をそのまま飲んでいました。とはいえ、日本の水道水は今でも安全性が保たれており、旅行者でも安心して飲むことができます。ペットボトルの水を買うかどうかはお好み次第です。このように日本にはたくさんの種類の飲み物が飲まれています。緑茶や蕎麦湯などの日本らしいものから、コンビニや自動販売機で手軽に買えるもの、日本ならではのアルコール飲料まで、その種類はとても豊富です。日本に来た時には、ぜひいろいろな飲み物を試して、お気に入りを探してみてください。いかがでしたか？ここまでご覧くださり、ありがとうございます。次は、友達に話すような話し方をしますね。こんにちは。みんなは普段どんな飲み物をよく飲む？好きだから飲むやつ、健康のために飲んでるやつ、その時の気分で飲むやつ、いろいろあるよね。日本には昔からみんながよく飲む飲み物や日頃よく飲む定番の飲み物がたくさんあるんだ。今回はそんな日本の代表的な飲み物を紹介していくね。最後まで楽しんでくれたら嬉しいな。昔から飲まれている飲み物。日本に住んでいる人なら昔からよく知ってる飲み物を順番に紹介していくね。ラムネ。ラムネって瓶の蓋がビー玉の炭酸飲料で、日本の夏祭りでもよく売られてるよ。すっきりした甘さで子供にも大人にも人気なんだよね。瓶の開け方知ってる？瓶の口にあるビー玉をまっすぐ上から押すと、シュワッと
泡が上がるから、泡が落ち着いたら飲むといいよ。ラムネを飲むと夏が来たなーって感じる。夏祭りで飲むラムネは特別に美味しく感じるんだよね。日本のアニメにもよく出てくるので、みんなも一度は見たことがあるんじゃないかな。カルピス。カルピスは牛乳を発酵させて作った乳酸菌飲料で、爽やかな酸味とほのかな甘さが美味しいよ。カルピスには原液タイプとそのまま飲めるペットボトルタイプがあるよ。季節限定のフレーバーも出るから、何味が出るか楽しみでもあるよ。原液タイプは水や炭酸水で割って自分好みの濃さにできるのがいいんだよね。子供の頃、友達が遊びに来た時にお母さんがちょっと濃いめに作ってくれたんだよね。それが特別感があって、友達にも満足してもらえて、すっごく嬉しかったのを覚えてる。そうだ、日本でよく飲まれている炭酸飲料は、爽やかな甘さで飲みやすいよ。味の種類もいろいろあって、定番だとメロン、オレンジ、レモンあたりが人気だな。それからいろんな飲料メーカーがソーダを出してて、スーパーとかコンビニでもよく見かけるよね。私のお気に入りは加糖と炭酸だけのシンプルなプレーンタイプ。たまにすっごく飲みたくなるんだよね。ヤクルト。ヤクルトは日本で生まれた乳酸菌飲料。小さなボトルに入ってて甘くて飲みやすいんだよね。腸の中をきれいにする効果があるみたいで、健康のために飲んでる人も多いよ。私もよく飲んでるんだけど、眠れない時によく眠れるようにっていう種類のを飲んだりしてるよ。純喫茶の飲み物。純喫茶っていうのはお酒を出さない喫茶店のこと。昭和の時代の空気が感じられる落ち着いたお店が多いよ。よくある紅茶やコーヒー以外の飲み物を紹介してゆくね。クリームソーダ。クリームソーダは日本の喫茶店やファミレスで定番の人気の飲み物。クリームソーダといえばメロンソーダにバニラアイスを乗せたやつが定番だね。お店によってはブルーハワイ味やコーラベースのもあるよ。アイスをスプーンですくって食べたり、ソーダと混ぜて楽しんだり、飲み方のバリエーションもいろいろあって飽きさせないよ。コーヒーフロート。コーヒーフロートはアイスコーヒーの上にバニラアイスを乗せた飲み物。コーヒーのほろ苦さとアイスの甘さがちょうどいいバランスで、最初に考えた人は天才だと思う。私も喫茶店に行くとつい頼んじゃうんだよね。たまに食べると美味しいんだ。レモンスカッシュ。レモン果汁に炭酸水とシロップを合わせたさっぱり爽やかなレモンスカッシュは喫茶店でも飲めるよ。シュワッとした炭酸とレモンの酸味で後味すっきり。暑い季節にぴったりね。私も家でレモンスカッシュを作ってみたことがあるんだけど、なんかちょっと違うんだよね。喫茶店のはほんと美味しいなって思うよ。ミルクセーキ、牛乳、卵、砂糖をしっかり混ぜて作る飲み物で、優しい甘さとコクが特徴だね。冷たいのはもちろん、
温かいホットミルクセーキもあって、寒い時期にぴったりだと思う。フルーツジュース、フレッシュな果物を使ったジュースもあるんだ。特にバナナジュースやミックスジュースは定番メニューとして人気だよ。昭和レトロな雰囲気の純喫茶には赤やモスグリーンみたいな深い色のベルベット生地のソファーがあったりして雰囲気も味わってほしいな。私も雰囲気を楽しみにたまに行くよ。純喫茶は飲み物が美味しいのはもちろん、ナポリタンやオムライスみたいな昔ながらの料理もおすすめ。日本のコーヒー文化。日本でもコーヒーはすっごく人気で、コンビニ、カフェ、喫茶店、ファミレス、どこでも気軽に飲めるよ。缶コーヒー。日本のコンビニとか自販機でたくさんの種類があるよ。ブラック、微糖、カフェオレ、ミルクたっぷりの甘いタイプまで気分に合わせて選べるのがいいよね。コンビニコーヒー。最近はコンビニのレジ横にあるマシンで入れるコーヒーがすごく人気。今はワンコインぐらいで本格的なコーヒーが飲めるから仕事前や学校後に買う人も多いよね。もしホットの M サイズを頼みたいときはスタッフにコーヒーの M くださいって言ってお金を払ったらカップをくれるよ。それを自分でコーヒーマシーンにセットしてボタンを押せば OK。でも、サイズのボタンを間違えるとコーヒーが溢れちゃうから気をつけてね。私はぼーっとしていて間違えて溢れさせてあわあわしちゃったことがあるよ。あの時はびっくりしたな。助けてくれた店員さんに感謝だよ。アイスコーヒーの時は冷凍庫にあるアイス用のカップを取ってレジでお金を払えば大丈夫。健康に良い飲み物。日本にも健康にいい飲み物がたくさんあるよ。これから順番に紹介していくね。黒酢ドリンク。黒酢を使った飲み物だよ。黒酢には酢酸が含まれてて、体の中の脂肪を減らしたり、疲れを取ってくれるらしいよ。黒酢を水やサイダーや果汁で割った黒酢ドリンクも人気があるよ。飲みやすいからね。リンゴやザクロ、ブルーベリー、みかんとか、いろんな果汁で割ったのが売ってるよ。私はリンゴが一番好き。シソジュース。シソジュースは赤シソを煮出して砂糖やお酢を加えて作る飲み物なんだ。鮮やかな赤い色が特徴で、夏によく飲まれてるよ。さっぱりした酸味と香りが楽しめるんだよね。シソはシミ予防に良いとされてるから、美容を気にする人にも人気みたい。ただ、飲みすぎは喉とかに良くないから適量ね。青汁。青汁は大麦若葉やケール、アシタバなどの緑の野菜を使った健康ドリンク。ビタミンやミネラル、植物繊維が豊富だね。健康にすごく良いんだけど、ちょっと苦味があるから最初は飲みにくいかも。私のうちでも朝ごはんの時に出されてたよ。飲むとその後ジャンクフードを食べても大丈夫な気がしちゃうから自分に甘いなと思うけどね。甘酒。日本の甘酒は米と麹から作られた甘い飲み物でアルコールが入ってるものと入ってないものがあるんだよね。冬に温かい甘酒を飲むと体がポカポカ温まるから
初詣とか冬祭りの時によく飲まれるんだ。飲む点滴って言われるくらい栄養が豊富だから美容のために飲んでる人も増えてるよ。ただ、ちょっと独特な甘さと酒粕の発酵した香りがあるから、人によっては好き嫌いが分かれるかもしれないね。私は香りがちょっと苦手だから、初詣とかで飲んでる人を横目で見てるよ。蕎麦湯。蕎麦湯って、蕎麦を茹でた後のお湯のこと。蕎麦の栄養が茹でたお湯に溶け出してるから、ルチンやビタミン B 群が取れるんだって。蕎麦を食べ終わった後、蕎麦つゆに蕎麦湯を入れて飲むよ。お店で蕎麦湯くださいって言えば持ってきてもらえるよ。ペットボトルで蕎麦湯を売っているのを見たことがあるけど、あれはちょっとびっくりしたな。今もあるのかはわからないけど。日本茶。日本の伝統的な飲み物といえば、やっぱりお茶だよね。特に緑茶は日本人の生活にすごく馴染んでるね。緑茶にもいろんな種類があるの知ってる？代表的なのは煎茶、抹茶、玉露、ほうじ茶とかかな。それぞれ作り方も味も違うから順番に紹介していくね。みんなの好きなお茶が見つかったらいいな。煎茶。まずは煎茶。これは日本で一番よく飲まれている緑茶で、スーパーとかコンビニでも普通に売ってるよ。葉っぱを蒸してから揉んで乾かすっていう製法で作られてて、爽やかな香りとちょうどいい渋みがあるよ。日本の家にはだいたい急須があるから、それに茶葉と熱いお湯を入れてちょっと蒸らしてから飲むよ。ペットボトルでも飲めるし、ホットでもアイスでも美味しいし、どんな食事にも合うから、まさに日本の定番のお茶って感じだね。玉露。玉露はすごく高級な緑茶。新芽だけを贅沢に使ってるから、年に1回しか収穫できないんだよね。普通のお茶は日光を浴びて育つんだけど、玉露は収穫前の数週間、茶畑に覆いをかけて日光を遮るんだ。これによって甘みと旨みがぐっと増して、すごくまろやかな味になるんだよね。全部手で摘むんだよ。お湯の温度を低めにして、じっくり時間をかけて入れるのがポイントだよ。ちょっと特別な日にじっくり味わいたいお茶だね。抹茶。次は抹茶。みんな抹茶味のスイーツとか飲み物は好きかな？抹茶ラテとかアイスとか世界中でも人気だよね。もともとは茶道で使われる品格のあるお茶なんだ。普通の緑茶と違って粉末状にしたお茶の葉をお湯に溶かして飲むのが特徴だよ。粉ごと飲むから栄養たっぷりなんだよね。抹茶の産地で有名なのは京都の宇治とか愛知の西尾とかだよ。茶道とかお茶席では作法にのっとって飲むから慣れていないとちょっとどぎまぎしちゃうよ。ほうじ茶。ほうじ茶は緑茶の葉を焙煎して作るお茶で香ばしい香りと茶色い色のお茶だよ。カフェインが少なめだから夜でも安心して飲めるし、小さい子やお年寄りにも人気。香ばしさとすっきりした飲み心地が癖になるから、まだ飲んだことない人はぜひ試してみて。私はほうじ茶が一番好き。普通の飲み方もするけど、ほうじ茶ラテも甘さと香ばしさがあって美味しいの。麦茶。麦茶は日本の夏の定番の飲み物。
大麦を焙煎して作るお茶で、すっきりした味が特徴だよ。どの家でも夏には麦茶をよく飲むよね。家でも大きなピッチャーに作り置きしていることが多いんだ。暑い夏には冷蔵庫でキンキンに冷やした麦茶が最高。水分補給にもぴったりだから夏バテ対策にもなるよ。小学校の遠足の中の水筒は麦茶がよく入ってたな。今でも夏はよく飲んでるよ。お茶って一言で言ってもいろんな種類があるんだよね。自分の好きなお茶を見つけれるといいね。少し珍しい飲み物。自販機とかで買えるちょっと珍しい飲み物を紹介するよ。おしるこ飲料。おしるこって言うと、小豆を砂糖で煮た甘い汁だけど、それを手軽に飲めるようにしたのが、おしるこドリンク。缶や紙パックで売られてて、寒い季節になると、コンビニとか自販機でよく見かけるよ。小豆の優しい甘さと、ほんのり塩気があるのが特徴。ドロッと濃厚なタイプから、さらっと飲みやすいタイプまで、メーカーによっていろいろあるよ。缶の底に小豆が沈んでいることがあるから、飲む前によーく振るのがポイント。甘いものが欲しくなった寒い日にぜひ試してみてね。つぶつぶみかんジュース。みかんジュースの缶の中に果肉が入っているタイプもあるんだよね。果汁だけじゃなく、つぶつぶの果肉も一緒に楽しめるから、みかんの甘さと酸味に加えて、食感もあって、すっごく美味しい。ただ、缶の中で果肉が沈んじゃうことがあるから、こっちも飲む前によく振るのがポイント。自販機やコンビニで買えるから、見つけたら試してみてね。私も子供の頃につぶつぶみかんが飲みたいってよく親にねだったな。アルコール。日本のお酒といえば、やっぱり日本酒が有名だけど、他にもいろんな種類があるんだよね。日本酒。日本を代表する伝統的なお酒の日本酒は、お米を発酵させて作るお酒で、シンプルな材料なのに奥が深いんだって。日本酒には甘口や辛口、フルーティーな香りのものまでいろんな種類があるの。飲み方もいろいろあって、冷酒はキンキンに冷やしてフルーティーで繊細な香りを楽しむのにぴったり。ぬる燗はほんのり温めてまろやかな味わいになるから寒い時期や料理と一緒に飲むのにちょうどいい。熱燗はしっかり温めることでアルコールの香りがぐっと引き立って深みのある味わいになるんだって。日本酒は普段飲むのはもちろんお祝いの場でもよく登場するね。新年や結婚式なんかでも飲まれることが多いんだ。焼酎。焼酎は日本の伝統的な蒸留酒の一つで、原料もいろいろ。米、麦、芋、蕎麦、黒糖なんかを使って作られるよ。飲み方のバリエーションもすっごく豊富。ロックや水割りはもちろん、お湯割りやソーダ割りも人気。梅干しを入れて、ちょっと酸味を効かせる飲み方もあるんだよね。お父さんがよくこうやって飲んでたな。梅酒。梅酒は梅の実をお酒と砂糖で漬け込んだ甘酸っぱいお酒。梅酒は家でもよく作られてるよ。フルーティーな味わいだからお酒が苦手な人でも
飲みやすいんだよね。いろんな飲み方ができて、ロックや水割り、ソーダ割りが定番だよ。気分に合わせていろいろ試してみてね。ハイボール。ハイボールはウイスキーを炭酸で割ったさっぱりとしたお酒。レモンを絞るとさらに飲みやすくなるよ。焼き鳥とか唐揚げなんかの居酒屋の料理とも相性がいいんだよね。それに甘いカクテルやビールに比べてカロリーが低めだからダイエット中でも飲んでもいいかなってなるよ。水道水。最後に日本の水道水について話しておくね。日本の水道水は安全で美味しくて、ほとんどの場所でそのまま飲めるよ。地域ごとにちょっと味が違うこともあるけど、日本の水道水は基本的に軟水だからすっきりしてて飲みやすいよ。最近は日本人でもペットボトルのミネラルウォーターを買う人が増えてるけど、子供の頃はみんな普通に水道水を飲んでたな。とはいえ、日本の水道水は今でも安全で品質もバッチリ。旅行できても安心して飲めるから、ペットボトルの水を買うかどうかはお好みで良いと思うよ。いかがでしたか？こんな感じで日本にはいろんな種類の飲み物があるよ。緑茶やそば湯みたいな日本っぽいものから、コンビニや自販機で簡単に買えるもの、日本ならではのアルコールまで種類がたくさん。日本に来た時には、ぜひいろんな飲み物を試してみて、自分のお気に入りを見つけてみてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。